皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はフェラーリ F2001 を作りますよ。以前に透明カウルのフルビューモデルを作りましたが、今回は通常版でございます。最近は古いキットばかりだったので、2001年のフォーミュラなんて最新車両みたいなもんですね。デカールはとても綺麗に見えます。足回りのアーム類に貼るキラキラシール。タイヤには最初からロゴがプリントされています。今回もパーツが多いので頑張りましょう。それでは F2001 スタートでございます。ちょっと気分転換にカッターマットを変更したよ。思ったより小さかった。黒いパーツが見やすくなったよ。フロントノーズが左右分割。普段は合わせ面を消したりしないけど、さすがにこの部分は目立つので消しますよ。こんなもんかな。カウル裏は黒で塗っておきますよ。この時代のフォーミュラは形状が複雑になってきたので、パーツの分割数も多いですよ。どこまで先に接着するか考えるのも大変。ちゃんと塗れるといいけど。サイドポンツーンなんて強烈に複雑。ここも先に接着しておくよ。なかなか凄まじいえぐれ方してます。ノーズ裏。リアカウルのサイド部分。うっかり切り落とさないようにしなきゃね。サーフェーサーを塗る下準備ですよ。これだけでも大変。フェラーリにはやっぱりピンクサフ。多めに作って今後すぐ使えるようにしたよ。スペアボトルって何か収集癖ついちゃいますよね。ハンドピースは全サイズクレオス製を使っています。ピンクサフの隠蔽力は半端ないので楽。かっこよいです。タミヤのブライトレッドを塗りますよ。何台も塗ってるのでさすがに少なくなってきたよ。おお、まさにフェラーリ様でございます。えぐれた箇所もしっかり塗れたよ。説明書だとここはデカール貼るらしいよ。でも塗装の方が確実に楽。
お魚さんのエラみたいなフロントウィング。白、黒、赤の塗り分け大成功でございます。玉は知っているのでございます。タミヤデカールの A はマシなのですが、B は劣化しやすい気がします。カップ保温器で慎重にデカールを剥がしていきますよ。これが問題のデカール B。デカールフィクサー必須。しょっぱなからこれですか。触るだけで粉々。先が思いやられます。爪楊枝の威力絶大。なんとかそれっぽく修復できました。お湯につける時間を大幅に増やして再挑戦。よし、この作戦でいきましょう。馴染みのあるスポンサーばかり。イタリアにおける最大手の固定電話事業者の TIM。後に5年連続王者となるナンバーワン。こういう一体成形のデカールは楽でいいですね。大切なフェラーリエンブレム。慎重に行きましょう。あ、疲れた。ここも一体成形。微妙に湾曲しているので位置合わせが何気に難しい。切るスイッチマーク。ここにもフェラーリエンブレム。破ったら買わないよ。リアカウルに続く丸ボロカラー。左右に折り返す難易度の高い箇所。リアカウルのサイド部分。塗装を犯さず透明の接着剤。接着面に塗ってからしばらく放置するのがおすすめ。
するとくっつきやすくなるよ。うすうすデカールなので緊張感ドバドバです。鋭利な形状なのでなかなかフィットしてくれません。数箇所にひびや割れができちゃいました。後でタッチアップで補修しましょう。F1 といえば昭和シェル。昔の CM でよく流れてましたよね。この貝殻マーク最近見なくなったので寂しい。チックタックはタブレットタイプのラムネ菓子。かわいいキャラクターなんですよ。ブリヂストンの F1 復帰が噂されていますね。ピレリにとっては最大の脅威になりますね。細かすぎる。フェデックスといえば映画キャストアウェイを思い出す。これに至ってはもう何が書いてあるのかわからないサイズ。ミラーにはアパレルブランドのトミー・ヒルフィガー。一時期異様に流行ったことがありましたね。補修にはガイアのアルティメットホワイト。一撃でホワイトになってくれる隠蔽力。よく見たら目立つけど弾は気にしないタイプ。分割が多くてこのキットは大変。ようやくシャシー関連に着手できますよ。視聴者様から教えていただいた遮熱板の施工方法。アルミテープを貼ったら楽とのこと。これは確かに楽だし細かな傷がそれっぽい。今までのプラモではない作業。次はもっとうまく貼れるといいな。ここから面倒な細かな塗り分け。インダクションポト。ブレーキローターは適当塗り。
たったこれだけで丸一日かかったよ。エンジン組み立てるよ。エナメル拭き取ろうと思ったら、刻印が浅いので余計な場所も拭き取っちゃうので、こすり落としてみましたよ。画面じゃ何が何だかわからん。エンジンヘッド取り付けて、ラジエーターも取り付けて、これなんですか？ここからが地獄だぜ。台紙をキラキラシールに貼り付けるよ。そういえば以前作ったフルビューモデルに余ったキラキラシールがあるはず。あったぜ。細かすぎ危険。ピンセットなしでやった人コメントください。ド派手なサスアーム。ホイールの取り付けキャップ。あらかじめ切り込みを入れておくと装着が楽。キラキラでかっこよい。サスアームが繊細で今にも折れそう。マフラーには軽く焼き色をつけたよ。クリアブルーとクリアオレンジを薄く吹きつけるだけ。お手軽に見せつけます。かっこ良すぎでございます。当時最強のティーポ050エンジン完成。もうすでにハイテクなハンドル。これはなかなか手間ですね。こりゃやべ。硬くて手がどえらいことになりそうです。ここ数年で最大のパワーを使い分けました。
F1 のハンドルって約500万円くらいするんですって。好成績を上げたアレジが客席にハンドルをぶん投げたのを、監督のプロストにめちゃくちゃ怒られたエピソードが好き。シートベルトはデカールじゃなくてしっかり部品になってる。今回の休憩はコーラでございます。シュワシュワ。ボディにクリア塗装をしますよ。今回もクレオスのスーパークリア2でございます。まずは濃いめで1対1ですよ。梅雨時期なので食器乾燥機に数日。ここで中研ぎをしますよ。あまり追い込んでもろくなことがないので、ほどほどで止めておきます。リアカウルはクリア層の腫れが目立ちます。ここもある程度平坦になったら大丈夫。仕上げにしゃぶしゃぶクリアを吹きますよ。うるわしゅうございます。足回りの組み立て。見事なバランスで成り立っていますが、少しでも力が入ると崩壊するもろさ。とてもおっかない作業が続きます。外では田植えが終わりカエルの大合唱。風流でございます。硬い。びっくりした。ようやく車らしくなってきましたよ。フィットで整備されているっぽくてかっこよい。やりたくないミラー取り付け。今回もグリグリしたりどこかに飛んでいったり、結構苦戦しました。
当時嫌いだった溝付きタイヤ。およそ10年続いたらしいですね。少し削ってきましたよ。BBS のホイールが押され、ホイールキャップに切り込みを入れているので、サスアームを折る心配なく装着できます。貧弱なサスアームの曲がり防止にこんなかさ上げパーツ付き。クリア後にやりたくないマスキング作業。マフラーエンド周辺の塗装でございます。マスキングを剥がすときにクリアソーやデカールを持っていかれたことがあるので、極力デカールの上にはマスキングを貼りません。この緑のマスキングはごく低粘着。ホームセンターで買いましたよ。ここはフラットブラック。少しマスキングの跡が残ったけどうまくいったよ。艶ありと艶なしの差が素敵。細かい部品をつかむのでマスキングで保護。この時代から空力デバイスが発達したけど、数年後にへんてこなスタイルのマシンが出てくる。地獄のような暗黒時代がございました。特徴的な羽。ここは接着剤もいらないほどカチッとはまりましたよ。バージボードの取り付け。シンプルな形状ならまだしも、近年の F1 だと複雑極まりない形状。やっぱりフォーミュラはシンプルなのが好き。フロントウィング取り付けて、アンテナ差し込んで、リアカウルでエンジンさんさようなら。リアウィングつけたら完全なレーシングカー。外はすごい雨。最後に車載カメラを取り付けたら、フェラーリ F2001 完成でございます。
美しすぎて恐縮でございます。